はい、こんにちは、増田です。今日はですね、ちょっと、哲学的というか考え方の話です。バウハウスっていうのは、デザイン関係の方は大体ご存知だと思うんですけども20世紀の初めにですね、ドイツであったデザインの教育機関でゲシュタポに追われて、閉鎖するわけですけども、戦後のその流れを組んで、できたのがウルム造形大学です。1950年代ですね。でこのウルム造形大学の初代の学長さん人はマックス・ビルですね。我々が大好きな、デザイナーでデザイン思想家ですけれどもこのマックス・ビルが言ったウルム造形大学、これはホホシューレ・フォア・ゲシュタルトン・ウームという、ドイツ語だからちょっと合ってるか分かりませんけれども名前です。でここでいうゲシュタルトン、これについてちょっとお話したいですね。ゲシュタルトンっていうのはこれ造形ですね。ですから東京造形大学もここから取ってるわけですけれども、なかなか英語に しにくい言葉なんです。で、なおかつマックス・ビルはですね、これにウンベルトという言葉をつけてウンベルト・ゲシュタルトンとデザインを呼んでるんですね。デザインの定義というか、彼なりのですね、ウンベルト・ゲシュタルトみたいな、このウンベルトっていうのは今日のテーマです。で日本語にするとですね、環世界ってちょっと聞き慣れない言葉だと思います。で、ウンベルト・ゲシュタルトっていうのは外界造形、外界環境造形というような、訳し方をしますけれども、要するにその外の世界を形作っていくという、内界に対しての外界なわけですけれども、このウンベルトという考え方、これは実はですね、ドイツの生物学者で哲学者でもあるんですけれども、ユクスキューさんという方がですね、でその人が言ってる、唱えてるんですね。ウンベルト、環世界です。でこれは非常に重要な概念なんです。というのは、ここからよく考えてほしいんですけども、我々は世界を見てるつもりになってます。でここで言えば周りにですね自然があって、セミがもう終わりですけども鳴いていて、鳥がいて、でどっかで何かを焼けば煙の匂いがしてみたいな、でこれが世界だと思ってるんですね。で我々が勘違いするのは、この世界の中に今鳴いてる鳥がいる、今鳴いてるセミがいるというふうに思ってしまうんです。ところがそうではないと。要するにウンベルトっていうのはですね、鳥にとってのウンベルトがあるし、セミにとってのウンベルトがあるんですね。で彼らは自分の生きる世界というのを持っていて、それはおそらく我々が見てる世界とは全く違う世界なんですね。もちろん見え方も違うし、感じ方が違うので、もちろん我々が全然感じることができないものを彼らは感じ取ってるんですね。でそれは時間の概念もそうだし、いろんな不思議なことが起きますよね。花が咲くと、どっからともなく蜂がやってきて蜜を集める。誰が指示したわけでもないんだけども、でそのことを間違いなくやっていくという、そのいろんな意味でのこの彼らにとってのそれぞれの生き物にとっての世界がある。でこれを環世界ってウンベルトというんですね。で人間ももちろんそうなんだけど、人間にしてもですね、人間みんなが同じウンベルトで生きているわけではないということです。これはそのユクスキューさんが書いた生物から見た世界という本があります。1933年に出てますけど、この本を読んでいただくとですね、非常に面白い。それぞれの動物あるいは植物もですね、自分の世界で生きているということが分かってきて、で我々が勝手に考えているこれが世界だっていうのはですね非常に独善的な世界観だということが分かります。ところが問題はですね、人間っていうのはそういうふうに捉えてしまうので、この世界の中での我々の世界の中での生き物というふうに他の生き物を規定するんですね。そうするとそれは全て自分たちが勝手に使っていい、そこにいるんだからそいつを捕まえて食べてしまおうとかですね、何かに利用してやろうとか、そういうふうに思い始めるんですね。でこれはとんでもないことで、要するに鳥からすればですね、人間が何してるか関係ないわけですね。でよく事務所にも
鳥とか蜂とかですね、いろんなものが入ってきます。でドアが開いてれば窓が開いてれば入ってくるんですけども、彼らはですね、外から見てて、ドローンのように上空から見てですね、あそこに小屋があるな、あの小屋のドアが開いてるぞ、よし入っていけなんて思ってるわけないんですね。たまたま飛んでると何か隙間があって、その隙間がどういうふうに認識してるか分かんないけど、その先へ行こうという動機づけになるわけですね。それは全く分かりませんけども、だから私たちは彼らと、意思疎通をするという場合にはですね、そのことを尊重しないと何にも分かんないということなんですね。でうちには3000匹のミミズが君がいて、で生ゴミの処理をしてくれます。非常に働き者でいい土を作ってくれるんですけども、で彼らの体の周りの粘液はですね、そのまんま液肥となってトマトの栽培とかに使われますね。それからトイレもバイオトイレですから、我々が用を足すとですね、そのバクテリアがですね、待ち構えていて、あ、美味しい食べ物が来たっつって処理をしてくれる。それがまたいい土になるわけですね。でじゃあそのバクテリア君はどこで買ってきて、どうやってそこに閉じ込めたのかって思うかもしれないけど、そうじゃないんですね。バクテリアはそこにいっぱいいるわけです。どれだけの種類いるか分かりません。誰にも何千種類何万種類といるでしょう。そのたくさんいるバクテリアの中で我々の排泄物が好きな連中がいるんですね。でそれがたまたま集まってくるっていうだけなんです。問題はそれを集めるためにちょっとした仕掛けがあるんですけども、それも別に普通に自然界にあるものですから、でそれを、ある種のきっかけにして彼らがそこに住み着きで、ごちそうを待っているという、それがこの世界のですね、我々の知らない世界の出来事なんですね。よく環境の話をするときに僕たちはどうしてもこの人間の地球、人間の世界というものを中心にして考えてしまうわけだけども、それはおそらく大きな間違いだというふうに思います。その環世界の話というのはですね、まだまだ分からないことがいっぱいあります。例えばダニというのがいて、この辺にもいますけども、ダニはですね、生まれてからずっと一箇所から動かないんですね。でその下を動物が通るのを待っています。一生に一度だけ動物が通ればいいんですね。その下を動物が通った時に、その酪酸の匂いを嗅いで落ちて、だからね、で動物の毛の中に入って、ですぐに血を吸って、そのまま動物から離れて地べたに降りて卵を産んで終わりなんですね。でその一瞬の出来事が偶発的に起きるのを彼らはずっと待ってます。である研究によるとですね、なんと18年間もここで待ち続けているという記録もあるようですね。だから長生きなんだけど、彼らのやることはただ一つ、自分の真下に何か温かい動物が通り過ぎる、その瞬間を待っているというのは一生なんですね。で彼らにとってのその環世界というのはそこで完結しているわけです。知らないことだらけで、だからこそ僕らは動物とか虫とかですね、いろんなものを見るときに、牛は食べるもんだとか、豚はもう食べるもんだとか、卵は鳥が産むもんだとか、そういうふうに勝手に決めているということがですね、どれだけ傲慢なことかということをよく知らないといけないし、なんか私はそこから初めてね、人間の存在理由だとか、存在してもいい形みたいなものが生まれてくるような気がしてしょうがないんです。でそれはもうデザインに直結します。僕らがしていいこととしちゃいけないこと、でそこの辺を基準にしてですね、やっぱり考えていきたいし、できれば本当に小さな子どもたちにそのことを知ってもらいたいんですね。で子どもたちは感性が豊かですから、そこをちゃんと気づいて、で他の動物たち、植物と接することができるんじゃないかというふうに期待してるんですけどね。はい、今日はちょっと難しい話でしたけども、重要なお話でした。環世界。ありがとうございますだ。